天草四郎様、おいでいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、エレナさんの方にお入りいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。はい、天草四郎様でいらっしゃいますか？はい、そうです。おいでいただきましてありがとうございあます。りがとうございます。はい、現代の新しい宗教ができて、そして、それの布教ということになった時に非常に苦戦している状態です。なかなか信仰というのがね、なかなか広がらないような感じなんですけども、天草四郎様の時には、信仰は広がってたけども、キリスト教系が広がらなかったというところだったと思います。今の状況を、そして、天草四郎様の思われるところをお言葉でよろしかったら、私たちにお伝えいただければと思います。よろしくお願いします。わかりました。そうです。布教ということは非常に難しい仕事であると思いました。しかし、私たちには信念があるし、神への熱い信仰がある、信仰心があるというところで、雨が降ろうが、槍が降ろうが、これを推し進めていくんだという一つの固い信念があったと思います。その信念があったればこそ、この日本の地の果てで一人孤軍奮闘するも、その抵抗に遭い、様々に苦しい思いがあったとしても、それを続けることができたということのゆえんだと思います。それはひたすらに神への愛、神を愛する心、信じる心、そして付き従おうとする心、このところのいかに大きくそれを持っていたか、自分自身の内側にいかに深くそれを落とし込んでいたかということに尽きるかと思います。人というのは恐怖心のあまり心を堅くなに閉じて、そして構えているものなんです。言葉が強ければ強いほど、その人は恐怖心に怯えているということが言えるのであり、そこのところを手を取り、足を取り、その人を包み込むようにして伝えることによって、一人一人を伝導していく。この心があることによって伝わっていくと、そして広がっていくということが言えるのだと思います。その人々が持っている恐怖心というものをいかにこれを理解し受け止め、そして愛して大きな愛でそれを包んで癒して溶かしてそして伝えていくか、本来のことを伝えていく仕事をいかになすかというところに
その成果というものは現れてくると思います。時として非常に厳しい戦いになったり、争いになったりすることもありました。命の危機を感じることも幾度もありました。しかしその時には必ず主に祈りを立て、自分の成していることに間違いがなければどうかこれをなさせてくださいというような思いで祈り続けていました。神への信仰心は本物でありますということをいつも感謝とともに伝えていたのです。そして徐々にその成果は出始めるというところまで行きました。これはやはり神に守られた仕事であるということを実感せざるを得ないのです。そのようなことに自分の人生の命のすべてを捧げることができたことに深く感謝をしています。これから後の世にも延々とそういったことは繰り返されていくであろうと思います。その度ごとに人々は海の波に現れる岩のごとく、その幾万回と繰り返される波しぶきを受けて、荒々しい岩が少しずつ削られていくように、人の心も岩のように硬くなっていたとしても、ほんの少しずつそれは削られ、そして丸みを帯びて、やがては本当に素晴らしい魂へと成長していくものだと思っています。これから後の世にもそういったことがどんどん広がっていきますことを心からお祈りしています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。布教という時に、やはりどうしても殉教というのが、キリスト教の方たちの中には多くあったかと思います。で、今もまた、非常に大きな抵抗を受けています。で、これについて戦いでもってやっていくという考え方と、愛でもってやっていくという方、いろいろな形であるかと思うんですけども、いずれやはり愛でもって今言われたように時間ですね。時間でもって丸くし、少しずつ、人類が向上していくという方向を目指していかなくちゃいけないのかなというふうに思っています。ただその時その時においては、力でもって、命をなくす方も多くいるかと思いますね。そこのところがやはり、愛の器を大きくするというところではないかと思います。はい。今、同じその志を持つ者の中でもやはり、様々に、心が動き、天草の天草の乱の時にも、お城に立てこもって戦う者おり、そうではなくて、一旦はここに、皆さんと一般の方に、幕府側に歩調を合わせて生き延びようとして、そして、キリスト教を後世まで伝えようとする流れがあったかと思います。これについては、賛否両論あるかと思いますけども、天草四郎様はどういうふうに考えておられますでしょもちろんその両方がうか？それぞれの仕事をしたと思います。
今となっては、どちらが正しくて、どちらが間違いであったという答えを言うことはできません。むしろその両方があったことによって、互いがそれぞれの仕事をなし、全体としての布教活動、伝道、世の中を作っていくという仕事になったのだと思っています。結果としてそれができたのであれば、どちらの存在も必要であり、またある意味どちらも正しかったという言い方はできるかと思います。そうですね。結果的においては広がったという方向ではあるかと思います。それと人類が大きく流れる中で、そういって、弾圧を加える側というのもまた一つ人類を向上する中の一つではないかと思うんですけども、はい。この件についてはどのように考えておられますでしょうか。はい。私としては非常に悲しい出来事ではありました。それがなければ、それさえなければ、もっとスムーズに広がったであろうと、多くの命を失わずに済んだであろうという思いはあるのです。その犠牲となった者たちへの憐れみの心はありますし、またその幕府側の人々のあるいは個人的にはそのような思いはなかったかもしれないけれど、幕府の命によりそれをなさざるを得なかった者たちも同時に苦しかったであろうという思いがあります。ということで考えていきますと、やはりそれもお互いが生まれ落ちた環境のもと、その使命のもとに生きたのだという見方ができるのであり、これを一定の、基準に基づいて善悪を分けるということも難しいのかなと今は思っています。その当時はそのようには考えていませんでした。やはり憎しむ心もあり、なぜそのようなことをというとても苦しい、心境に見舞われていました。そのように思います。そうですね。ある意味では信仰心を鍛えてくれたというところもできるかと思いますね。はい、それでは本当においただきましてありがとうございました。はい。はい、どうありもありがとうがとうござございました。いました。今ので何かありますかね、皆さん。そうですね。やっぱその当時そのものの心というよりは、今の天草四郎さんの思いというのが割と色濃くきたのかなっていうふうに思いますね。それを語られたように思います。そうですね。亡くなられて天上界におられたとしても、その亡くなったまんまってことはないんですね。やはり向こうも時間が流れてますし、時間が流れてるという意味は非常に難しいんですけども、地上とは違った時間の流れもありますし、天草四郎様もどんどんといろんな情報、いろんなものを見ておられて、心の動きっていうのが当然あるわけですから、同じではないですね。今みたいにね、人生のそのなんていう役割というふうに見たときに、どちらが善でどちらが悪かというのは非常に分かりづらいところがあります。しかし地上に生きている者としては、やはり善を、悪なりものを少なくして、良きもの、善なるものを広げていくというね、努力はしていく必要があるんじゃないかと思いますね。それでこそ地上に来た、理由ということになってくるかと思います。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。はい。はい。どうもありがとうごありざいました。がとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。